Could you catch me up here? Tell me what you felt. My head is filling bottles that keep falling off the shelves. Well, every word hit like a prism out of colors wasted. I could see through every layer. This was heaven I could taste it.高さの違うものを入れても大体同じ高さになるっていうのが取りやすくていい感じです。今日は2案平屋建てと2階建て案2案作ってきたんで、その2階建て案か平屋建て案かどっちにするのかっていうところと 3DCG も作ってきてるんですけど、色とかはあんまり入れてなくて、今日はもう間取りをどうかっていうところに2階建てが説明資料を持ちながら、模型もちょっと見ながらで、玄関横の階段をここですね、すぐこう螺旋階段を登っていって、次が外観なんで、これが道路側から見た外観なのでこの道路のこの辺からこう見てる感じ、街の隙間に顔を出す温かいのような外観って書いてるんですけど、含まった位置から街へとその顔を覗かせるような感じにすることで、あそこが私の家だみたいな一目でこう分かるような愛着の湧く佇まいにできないかなと思って、こういう風な外観にしてみました。正面を見た絵です。家族を優しくこう迎える門のようなアプローチとしていて、大きな玄関扉を開けると、視線や動線そのままこう奥の北側の庭へとこう心地よくつながって、南から北へとこう抜ける、このダイニングからこうガレージの方をこう振り向いたような庭の心地よさを、そのままこう内部の土間へと引き込みた方がいいかなと思って、そうすることでダイニングまでがこう一体的な空間となって、床面積以上のこう豊かな開放感をこう生み出せないかっていうことを考えてます。ガレージからこっちのリビングの方を振り向いた螺旋階段は、こう視線を上へと大きな吹き抜けへと心地よくこう誘っていって、水平だけじゃなくてこう垂直方向の抜けとかおおらかな広がりを感じさせるようにしています。
ちょっと提案なんですけど、せっかくここが眺望が良くて1階では獲得できないような抜けっていうか、こう2階の眺望良さみたいなものがある場所なんで、西側の空をダイナミックに切り取るこういう大開口から緑豊かな景色が広がって、ここでこうなんか寝転びながら星空眺めたりとか、贅沢な時間が過ごせるんじゃないかな。テレワークとか、読書したりとか、あと将来の子供部屋にしたりとか、こうなんかライフステージに合わせてこう自由に使える、第2のリビングのような空間が1個あったらいいんじゃないかなっていうことで計画してみました。で、最後は、一応概要表でこの敷地のこれが平屋案ですね。東にも面してるんで朝日がちゃんと入ってきて、この庭にこのカーブに面してワークスペースみたいな場所があって、そこで子供がこう勉強できたりとか、こうテレワークできたりとかするっていう。ガレージとか玄関関係はこうなるべく庭とか外部とこう地続きな感じ。キッチンを中心にランドリーとかこの洗面脱衣所水回り、それからすぐ裏にパントリーをこうまとめたりとかして。悩ましいよね。2階建て建った人を依頼にしとけばよかったなとかいう聞くから今同じ面積で建ててますけど、平屋の方がやっぱり坪単価的には高いので、金額が合わなかった時に基礎と屋根なんで、基礎は地面に接している部分に作られるので倍あるんで、少しその辺のコストが上がりがちっていうのがありますね。1階の方のいいところは高さ方向の違いがあるかなっていうので、平屋ではこう獲得し得ないようなこう2階からの眺望とかおおらかな吹き抜けとか、平屋にはないようないいところはありますね。この平屋はマジでどこにもいないと思う。中で見たことない。多少詰めればいいだもんね。それかで、なんかその TOTO とかリクシルとかありますけど、なんかあります？安いやつで OK。 じゃあリクシルね。そう浴室は、ユニットバスって言ってパナソニックとかリクシルとか TOTO とかの既製品を入れる人もいれば、造作っていう浴槽は浴槽で単品でなんで全部なんかフルオーダーっていうか、どっちもあるんですけど、なんかあります？あるの？なんかあるっていうか、なんか前チラッとなんかインスタで見たやついいなぁと思ったやつ。ナイス。タイルみたいなやつ。うん。やだ。やだ。これ造作だね。何が嫌なんですか？このタイルみたいなのが嫌なんですよ。男性なんで。お風呂が冷たいのがとにかく嫌いで。確かに造作は冷たい。すごいヒヤッとする。わかりました。じゃあ大丈夫です。ちょうどいいのがあるんで、半分ユニットバスっていうのがあって、で上はこう自由にできるみたいなお風呂で、よく住宅で使うんですけど、最近サウナ行ってるからそういうところ多分詳しいな。いやサウナ関係ないよ。関係ない。一旦水回りは一回ガサッとちょっと資料準備して、また次回打ち合わせできるようにしておきます。ちょっと写真撮りたい。写真撮って抜けて、なんかいいね。いいね。コースかけなくて大丈夫です。今こそお客様可能までありがとうございます。お持ちしてます。248です。失礼いたします。
計を2案考えるっていう怒涛の3週間が昨日ようやく一段落しました。間取りは多少の変更はあるんですけど、2階建て案で進めていくっていうことで、次の打ち合わせまでに水回りの仕上げとか、どういう重設機器をこう置くとか、そういうのをどんどん詰めていこうかなと思ってます。初めて自分の名前、自分の責任の中で新築を行うっていうことですごい緊張してて、完全に充電が切れてしまって、張り詰めたものがこうプツンと消えてしまった。明日は少しお出かけをして一日を過ごして、明後日からはどんどん水回りの設計を詰めていきます。これなんかさ、中国のさ皿みたいじゃん。52階展望台森美術。ただリアルな人を表現するとかさ、ただ写実的にさ絵を描くとかさだけじゃなくてさ、試泊どうだった？あと大浴場で初めて入ったんだけど、すごいよかった。夜と朝両方2回入っちゃった。これは？これネオレスト。ネオレスト？やっぱいいね、なんかつるんとしてて。でもつるんとしてる方のネオレストだと思う。